車に乗れれば何でも楽しいがモットーのヒラリー男爵です。どうも。今日はシエンタ、便利なのは当たり前、それ以外はどうなのということでね、この車の乗り味快適性とかハンドリングなんかの話をしていきたいなと思います。で、後半ね、価格とその価格からするお得感とか他の車と比べたらね、どうなのかっていうことをね、ちょっと絡めていきたいなと思います。で、まずは乗ってね、感じる大きな部分、大きな部分を2つから始めていきたいなと。まずね、一つが特定の領域のザラザラがすごくねカットされています。ごめんなさい、路面からのザラザラですね。これがすごくカットされていて、得意なところはねかなり滑らかさを感じられるというのが挙げられます。で、あとはサスペンションの質というと波といったところなんですけれども、そこでもねいろいろ話したいところがあります。じゃあちょっと細かく見ていきますね。まずそのザラザラをカットしているという部分、これはですねボディにね構造用接着剤で減衰特性のね強いものが今回シエンタに採用されたそうです。で、これによって特定の振幅、特定の振動周波数がすごいねカットされているような感じを受けます。ちょうど今この路面ねすごい得意なところですかね。で、ここはちょっとザラザラが伝わってくる。このなんでしょう、路面によってすごいねカットされる領域とカットされないところがある。最初ね、いろんなザラザラをもうみんなカットしてくれてるようなねイメージもあったんですけれども、実際は得意なところっていうのがねあるように感じます。で、これがそのボディの剛性、ボディ剛性とかね最近よく言われますけれども、それとの兼ね合いでなんかあるのかなと。ボディ、そうですね、光合成ボディが望まれる、軽量が望まれる、そして、しなやかさも望まれるといったところで、そのしなやかという部分をね最近ですとこの構造用接着剤が受け持っているのかなと。車がねもう全く振動しないような金属の塊でしたらそれはねもうあれなんでしょうけれども、そうするとねもう重量なんてね重くなる一方ですから、軽くて光合成というと、何かが吸収する、減衰する。自分の幼馴染がちょうど某メーカーでねボディ設計をしています。で、合成って何よって聞いたことがあるんですけれども、それで返ってきた言葉がそのしなやかさがねすごい大事で、さらにそのバランスが大事なんだよっていう話をね聞いて、ずっとねそれ自分の中に残っています。で、そのしなやかさがないとその光合成ボディっていうのはねもう振動がずっと響いちゃう。高張力鋼板で薄いのなんかがねどんどん多用されてきて、でそのしなやかさ、なんかねすごい難しいらしいんですけれども、とにかく何かでその減衰しないと振動が響き続ける。で、シエンタだとねトヨタでも初めて使われているタイプの、構造用接着剤っていうのもねちょっと目にしました。で、それによってねすごい得意なところがあって、苦手なところもあって、サスペンションもねそんな感じです。サスペンション質的にはそうですね、波と言いたくなる感じで、動き方としてはこういうね低速時とかサスペンション中心付近結構ね抜けてる領域があります。柔らかい領域ですね。これサスペンションとゴムブッシュのあたりとか、タイヤの部分なんですけれども、で動き始めると硬いところもあるんですね。で、これとそのボディ合わせて得意なところと苦手なところのギャップがね、ものすごい大きいです。で、これで言うとねもう一つ、その動き出しの、本当タイヤの1回転2回転、ここがねこのシエンタすごく滑らかなんですね。例えば駐車場とかでハンドル切りながらアクセルを 5% 踏んでそーっと動かす、そういった時にすごく滑らかさを感じます。なんでしょう、ハンドル切りながらアクセル踏んだ時って、負荷かかりますから、振動とかね感じやすいんですね。でもシエンタはねそこがすごい滑らか。これねなんでかわかんないんですけれども、なので得意なところと苦手なところのギャップが大きい。で、動き始めがすごい滑らか。そうするとねディーラー市場とかでちょっと乗った時にすごくねめちゃくちゃいいと感じるかもしれないです。なのでディーラー市場行かれて、もしねもうめちゃくちゃいいじゃんと思ったら、もうちょっとね違う道も
走らせてみてって影響の方にこう言うとね、違う道案内してくれるかもしれないですし、ちょっとね、そんな感じで乗ってみるのもよろしいかなと思います。乗り心地はじゃあそんな感じで、ごめんなさい、乗り心地ね、フロントシートと2列目シートがね、大体同じような感じを受けますので、結構ね、ここはどっちもバランスがいいかなと。それで、静粛性はフロントシートがね、すごくいいです。一クラス上ぐらいと感じなくもないようなね。それはこのエンジンもあんまり踏んでない時は結構静かです。今ぐらいの時ですかね。踏むとめちゃくちゃ、これもいきなりね、めちゃくちゃこう別人のようにこうキャラクター変えて、こう豪快にね音を出してくるんですけれども、もう迫力ある音出してくるんですけれども、そうじゃない時はね結構静かで、フロントシートね、その嫌な音が聞こえてきにくいので結構いい、かなりいい。で2列目シートは結構いい。で3列目はねちょっとうるさいです。で後ろに行くに従ってね、だんだんうるささを感じるようになるんですけれども、その理由がハッチ、テールゲートの内側の防音処理、これがちょっとね、割り切られてるのかなって感じました。ただここってね、グレードによって変わったりしますから、ガソリングレードでもガソリンモデルでも Z になったら違うかもしれないですし、あと多分ねハイブリッドはね違うと思うんですよね。ちょっと来週ハイブリッド乗る予定なので、その時にねこの話は述べます。でじゃあハンドリングはそうですね、こうやって、さっき走ってたようなね、こう狭くてくねくねしてるとことか、この辺走ってるとね結構キビキビ感を感じます。それはこのステアリングが小径っていうのと、あとこの見える景色がね、コンパクトカーで座面だけ高くしたような、そういった印象を受けます。そういったところから結構キビキビ感あるねっていった印象です。ただね、山道とか走り行きますと、そこはねその過度の期待はできないぐらいと、考えていたらいいんじゃないかと。それなりにブニューとしたところもありますし、落ち着いていたり、ちょっと手前からね先を見てハンドルを切っていかなきゃいけないところもあるくらいの感覚でした。でエンジンの振動でいうとね、ボディが特定の領域の振動をね伝えてこなくなった、もしくは減衰するようになった。でその代わりにエンジンの振動がねやっぱり代わりに目立っちゃうんですかね。それはもうトータルではね振動の量自体は減ってるとは思います。でも一つ気にならなくなるとね、もう一つの場所が気になってくる。ないものねだり的にね、どうしても人間ってそんなもんですかね。でじゃあ乗り味に関してはこんな感じで、ちょっとじゃあ価格のところのね話に行きます。このシエンタはグレード3つあります。下から XGZ で、ハイブリッドもねここは一緒ですね。でお値段はガソリンモデルが下から195、234、256で、ハイブリッドが、一番下の X はプラス41万円で、上の2つがプラス31万円です。でそこでねもうすごいユニークなのが、全てのグレードに5人仕様と7人仕様が用意されていると。これねすごいですよね。で7人仕様はプラス4万円です。で装備面でいうと、この G を基準にして X は、このエアコンがねマニュアルタイプになります。写真で見ると3つダイヤルが並んでいるような形になりますね。それからですね、スマートキーが、リモコンキーに変わります。あとパワースライドドアの片側が、手動になります。で Z の方は、メーターがグラフィカルなタイプに変わって、ハンドルが本側になって、あとそうですね、運転席のこのアームレストがねついてきます。それから外観で言いますと、バンパーの周りにメッキの褐色がついて、でリアのテールライトがね、個性的に光る形になります。そこであとね面白いのがアルミホイールが、全グレードでオプションなんですよね。これ少しでも安くという気配りでしたら、すごく嬉しいですし、
そう、あと、ホイールキャップのデザインがね、もうなかなか秀逸なんですよね。車によく合ってる。なので、もう全然といったところなんですけれどもね、そういう、こうね、装備と価格のバランスが嬉しいところかなって思いました。じゃあ、他の車を出してみますと、例えば同じパワーユニットを搭載する 1500cc のヤリス。これが150万円台ですから、シエンタの一番下のグレードから見てマイナス40万円。で、逆に上ですと、一つ上のミニバンが欲しいなとなったら、ノアボクシー。これが309万円スタートです。結構ね、ノアボク高くなってね、シエンタの一番下から見て100万円以上上。で、この今乗ってるこの G から見ても75万円上。認識できませんでした。あ、ごめんなさい。これね、ヘイトヨタに近づいてね、これ反応しちゃうんですよね。ちょっとやってみましょうか。ヘイトヨタ。ちょっとね、これに近い言葉を言うとね、反応しちゃって。で、そうそう、ノアボクが少し高い。少しっていうかね、今価格帯上がって、まあそうするとこのシエンタね、もうこの存在自体がね、人気のポジションに来ているのかなと。まあ、すごくいい価格帯ですよね。で、便利なのはもう便利。で、燃費もいい。最もたるライバルのフリードをちょっとね、引き合いに出してみます。フリードね、後期のハイブリッドモデルを、この前ちょっと自分たち乗ってきまして、まあ、今、ちょっと動画上がってるかな。フリードはね、あれです。シエンタより、フロントシートにね、趣を、ちょっとバランスを寄せたい。ごめんなさい、なんて言ったらいいのかな。フロントシートに良さを求めたい。といった場合にね、フリードいいなと思います。まあ、デビューから2016年デビューなので時間経ってますけれども、フロントサスペンションのね、動きが、後期モデル、すごくいいんですよね。で、まあ、リアサスはちょっとシエンタよりバタバタするので、まあそういったところから見ても、フロントサスペンションの影響を受けやすい、もしくはね、ハンドリングとかで良さを感じやすいフロントシートに重点を置けばフリード。で、逆に2列目シートの座りやすさとか、まあ総合的なね、静粛性まで含めた乗り心地を加味するとシエンタみたいなね、関係が、まあ一言で言うとね、自分は思い浮かびます。まああとね、ハイブリッドシステムの違いなんかもありますけれどもね、それはもう皆様ご存知だと思いますので、ちょっと省きます。それからですね、シエンタを5人乗りワゴンとして考えた場合に、まあ、ルーミーというね、選択肢があります。ルーミー、この車より、まあ、2、30万安いぐらいの価格で、でも、やっぱり、そうだね、そこは、この乗り味とか、この乗用車ライクな、このね、着座感とか、そういった部分でね、まあ、その価値のある2、30万円、まあ、それを多く出してシエンタ選んだ方がお得感高いんじゃないかっていうのがね、まあ自分は考えます。ルーミーちょっとね、まあ乗り心地とか、まあドタバタするとかありますし、それから着座位置が高くて腰高感あるんですよね。まあインパネの高さとか、ドアミラーの高さとか、まあそういったところでね、それを感じますので、まあ5人乗り仕様、もしね、予算出せるんでしたら、シエンタの5人乗りいいんじゃないかと。で、このね、トヨタのピラミッド構造、まあこれだとちょっとあれだからもうちょっと頑張って1クラス上にしようかみたいなところがね、もうすごくわかりやすくてね、まあこれ、まあ一ついいところだと思います。まあほんと賛否両論なんでね、もうなんともあれなんですけれども、まあそういった部分でスターティングプライス安いというところから見ると、アクアを上げてみます。アクアは、ハイブリッド専用車ということでね、まあ意外とスターティングプライス高いです。まあ210万円ぐらい。まあヤリスの兄弟としては、お値段が高い。でもその分ね、やっぱりいいんですよね。スターティングプライスが高いとまあいいのが当然とこうまあ思っちゃったりもするんですけれども、乗ってもね、まあ足回りのしっとり感、しなやかさあります。乗り心地忘れないですね。まあただシエンタみたいなこうアクティブ感とかね、車内の広さとか、まあそういうイメージとか実用性という部分ではないので、そうですね。まあ、どっち取るかといったところになりますかね。シエンタはね、7人乗りまで考えなきゃいけない。なので、それだけのバネ合成、まあ、バネの硬さ必要ですし、重さに耐えられるね。あと、広さ必要ですから、リアサスペンションね、覗いてみたらね、結構短かったんですね。まあ、そういったいろんな、こう、何を重視されてるかによって、結構違い大きいのでね。
もし、乗り心地をって考えたら、アクアという選択肢もあるかなと。すいません、あともう一つ。2024年あたりにフリードの磁気型が、噂されています。それからノートの3列仕様、これもね噂されています。で出てきたら、車としてはねやっぱりいいものになってくるんじゃないかと。シエンタの粗の部分を、埋めてそれを売りにしてくるっていうのがね考えられますしね。でもそうすると多分ね値段上がっちゃうと思うんですよね。結構自分最近のトヨタ車は値段とそのクラスに見合った装備という、その辺をすごい重視しているようにね感じまして、なので、フリードノート3列すごい良くてもね、シエンタはもう全然お得感とかね、その価格と装備のちょうどいいポイントとして、全然人気は色褪せないんじゃないかっていうのをね、予想をしています。ということで、すいません。じゃあこれで一旦失礼します。こんな感じで価格を考えながらシエンタに乗ってみると、やっぱりね、195万円というスターティングプライス、嬉しいよねと思いました。消費税抜けば170万円ぐらい。このクラスだったらいくらぐらいでしょって想像つくのは分かりやすいと思いますし、逆に何でもつけてハイブリッド専用になってと価格上昇していくと、いずれはああなってこうなってみたいなね。で、ミニバンにこだわらなければカローラシリーズと近い価格ですが、大きいスライドドアだったり、車は大きかったり、凝ったシートアレンジだし、加えて高いおしゃれ感、ある程度は仕方のない中で良い価格設定だと感じました。そしてグレード調べてみると、ヒント専用とはなっていません。ヒントってサブスクで車を借りるサービスです。納期とか値引き面での条件に、上のグレードとね違いがあるかもしれないものの、現在ですと通常のカタロググレードです。以上、長い動画を最後までご覧くださいましてありがとうございました。せっかくなのでチャンネル登録といいねボタンで応援いただけましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。